おかえりなさい。今回はネドジュンさん式実現法についてご紹介します。本体さんからのすごくいい呪文をいろいろ試してこれだという形ができたということです。まず最初に叶えたいことを決めます。将来の夢とか大金持ちとか大げさな夢は後回しにしていきましょう。まずは練習、こんな感じです。寒くてお布団から出られないとき、時間に余裕を持ちながら洗面に立って鏡を見ている自分を思い描くというのはどうでしょうか。そのぐらい当たり前で日常的なシーンで始めていただきたいのです。洗面の前で鏡を見て、あ、早い、時間余裕じゃん、私叶えた、と気づいて何らかのポーズをします。はっきりと決めてください。両頬に手を当てるとか、いいねの指をする、胸に右手をグーで当てる、そういう具体的なポーズです。一つだけ決めて嬉しいとき、必ずそれをするようにしましょう。私の実現法は自分の意識が機能によって分かれている、意識は複数あるという前提に立っています。普段私たちが私と思っている意識は、その中で一番弱くて小さい意識であるということも前提です。暖かい布団から出られることすらできないのです。そしてすべての機能意識、つまりあなたであると自覚できていないけれど、あなたの中で機能している無意識たちは、小さな意識であるあなたを手助けしたいと思っています。すごくおおらかな気持ちで何でも言っていいよって思ってるんです。本当です。そんな機能意識の中でも一番の親分が本体意識です。本体意識はあなたの背中の後ろに広がる巨大な意識です。いわゆるワンネスですが、ワンネスという遠いイメージよりも、あなたの本体であり、あなたを今生かしている生命エネルギーだと想像してみてください。離れていません。イラストの中の黄色のエネルギー部分です。背中でくっついているし、なんなら体の内側まで入り込んでいます。ですからどこか遠い宇宙などにお願いするのではありません。明確なイメージをいかに正確に本体意識に送るか、そしてそれを打ち消さないようにするか、途中の印をうまく受け取るかがポイントです。そこに気をつけながら次に進みます。練習としておすすめなのは、あくまでも日常的なシーンです。例えば、自販機の前に立ってちょうど飲みたかった飲み物を買っている自分をイメージし、その後感激ポーズを行います。また、出かけたいけどぐずぐずしてしまうとき、もうすでに車やバスなどに乗っている自分をイメージして、その後に感激ポーズを行います。あるいは、運動しなくちゃって思ってるけど面倒で動けないときに気分よく元気に歩いてる自分をイメージします。その後に歩きながらの感激ポーズを行います。このように明確に叶ったシーンとその自分のポーズを決めましょう。2、そのイメージを背中の後ろの本体意識に送り込む。その自分のイメージを1秒ぐらいで明確に思い描きます。
動画ではなくて写真のように短く一瞬の切り抜きです。それを背中の後ろの本体意識に送り込んでください。スッと送ります。これですっていう感じで、お願いします、お願いしますとか言っちゃダメです。それは遠ざけてしまいます。あと、細かい条件はまだやめておきましょう。そのシーン、そのポーズさえ叶えばいいという程度です。本体意識はワンネス由来ですので、すべてとダイレクトにつながっています。あなたであり、すべてである部分です。3、背中の後ろの本体意識をしっかりと感じる。ここまで2秒ぐらいです。だって全部頭の中でやってますものね。ここで即背中の後ろにいる本体意識へ感覚を向けてください。背中の後ろに音符ヒーターがあって、かすかに音符が出ていると想定して、どこに風が当たってるかなって振り向かずに背中を感じるようにです。背中の後ろの空間を感じます。そこに誰かがいると仮定して、その誰かの雰囲気を感じてみます。笑っている感じでしょうか？面白がってる感じでしょうか？興味深げにあなたを感じていますか？だいたい本体さんはそんな印象です。届いたかなはやめておきましょう。これは否定につながってしまうので、送って届いた後の本体意識を感じてみるのです。ここすごく大事なので、たとえ何も感じなくても、背中の方に意識を向ける過程を楽しみましょう。これであなたの意識は背中寄りの形になり、前面が開きます。これは、そう、愛にスペースを譲るのと同じ形なのです。4、叶うまでは考えるたびに呪文で否定する。このイラストを見てください。イラストの黄色い部分が本体意識です。お腹のあたりのオレンジ色が右脳意識です。本体意識に送ったシーンは外側の世界の方から叶います。背中から世界に入って前の方からやってきます。オレンジ色の右脳意識だけがそれを受け取れます。オレンジ色が胸のところから前へ噴出している絵になっていると思います。右脳意識はこのように今ここの現実へエネルギーを噴出していて、今ここだけを見てますから、前から来る印を見落とさないのです。そこで青い色の部分、左脳意識が邪魔をしないよう呪文があります。それは、私にはわかりません。私にはわかりません。私にはわかりません。でも、印を受け取ることができます。この呪文を先ほどの願望心について思考が働くたびに言います。でも寒いし、やっぱりお布団から出られないよ、と思考し始めたら、この呪文を唱えるのです。この呪文は、左脳意識を願い事の否定から離れさせ、代わりに右脳意識からの印を捉える役目を認識させます。左脳意識にも役割があるんだよ。印を右脳意識から受け取ってね
という呪文なのです。左脳意識は本質的に無理だと思考するのが快感なんです。いかに無理か、自分が無力かを考えると快感物質を得るのです。脳神経的にそういう仕組みになっているので、責めないであげてください。それを私にはわかりませんって封じます。左脳意識の無理想定なんて、本体意識からすればバカバカしいほど些細なことなんです。印について、印より早く叶ってしまうことも多いです。これは言葉にしにくいんですけど、何かについてお腹の中で感覚でとっても重要だよとふと気づきます。左脳意識が手伝ってくれた場合は、頭の中に言葉で聞こえてくることもあります。それだよ。そうそう、それだよ、近い近い。気づいたら従います。何かを手に取ったり、時計を見たり、振り返ったり、誰かに電話したり。そこは行動によるターニングポイントなのです。些細な事例ですが、私の場合、いつだって我が家は飢えていて、食品などの買い出しに行きたいんですけど、私は車が運転できません。自転車で行ける範囲は自分で行きますが、重いものだって買いたいんです。そこで主人に頼むわけですが、休みの日はぬくぬくとこたつをエンジョイしたい主人と、車を出してほしい私とで頻繁に対立するわけです。ここでこの実現法を使います。買い出しに行きたいことだけ主人に伝えて、車に乗って買い出しに出かける自分を1秒イメージします。後部座席でやったって小さい声で言いながら、膝のあたりで手の親指を立てています。買い物袋も大量に持ってます。それをすぐ背中の後ろに送ります。本体さんをしっかり感じます。意識の形で背中寄りに整います。愛にスペースを譲る形になりました。そうしていると主人がふと思い出します。あ、そうだ、俺、買うものがあったんだ。買い出しあるって言ってたよね。そろそろ行こうか。こういうことなんです。言い争って、論破し合って、ギスギスするよりも、本体意識に任せてたらそうなるんです。必ずウィンウィンです。そしてそれを身近な日常のシーンでたくさん練習していくと、もっと遠いと自分では感じてしまう夢も、叶うなこれって思えるようになるんです。本体意識とあなたの間に絆が出てくるんです。意識のありようも変わってきます。一石二鳥です。ですから小さなことで毎日試してコツをつかんでください。感激ポーズも忘れないで。